はい、今回はですね、僕が弾いてる、枯葉っていう、ジャズのスタンダード曲があるんですけど、それの解説をしてくださいというリクエストがあったので、やっていこうと思います。これね、僕メロディーを弾きながら、コードも弾くっていう技法で、三味線一本でその曲をこう完成させてるっていうのが、かなり珍しいことで、それの多分ね、その手の内をね、知りたいと思うんですよね。ただね、ちょっとね、これ解説するにあたって、どれぐらいのどれぐらいのこう技術を持った人に向けて解説するかっていうのはちょっと見当がついてないので、取りこぼしがないように一応手加減せずに喋ります。ちょっとそれなりのちょっと覚悟をしてくださいということでやっていきましょう。で枯葉っていうのは、ジャズのスタンダードなんですけど、6段みたいなもんですね。気軽に弾ける、ジャズ界の6段みたいなもんです。でキーは g マイナー。これ真面目に煮上がりとかで弾こうとすると2尺5寸とかになっちゃうので、いつも通り、C の3下がりで、弾いてみたいと思います。じゃまずメロディーからいきましょうか。これツボどっちでもいいです。っていうような、メロディーになってます。これちょっと多少リズムとか変えたり、オブリー入れたり遊んでみたりしてもいいです。で次、コードを確認していきましょう。まず c マイナス7ですね。で F7 で B フラットメジャー7 E フラットメジャー7 A マイナー7フラットフィフスで D7 で G マイナー6 G7 で次が、B セクションが、また a マイナー7フラットで D7、G6、G7、C マイナー7、F7、B フラットメジャー7、E フラットメジャー7、A マイナー7フラットフィフス、D7、G マイナー7、C7、A マイナー7、B フラット7、A マイナー7フラットフィフスか、E フラット7したらで、D7 で G マイナー6っていう感じです。あと高音の方行ってもいいですね。で、このコードができたら、これを、メロディーを弾きながら合わせるって感じですね。メロディーがタタタタってきたら、ジャーチャってコードを入れてあげるとそれっぽくなります。
みたいな感じです。で、これで大半、その曲が成立するんですけど、あと何回かこう回してるうちにそのソロも弾きたくなると思うので、ソロはねアドリブなんで、こういうフレーズを弾いてますっていうのはちょっと教えられないんですよね。だからその考え方だけ、そのモチーフだけ、説明しようかなと思います。でまず基本的にこの曲全編通して、G エオリアン、G のナチュラルマイナースケールですね。このだから2尺5寸でジョン・ガラ弾いてるような感じなのかな。で、これでずっといいんですけど、それだけだとちょっとなんか一辺倒なので、たまにいろんなスケールを使えますよってことです。じゃあ一個一個説明していきます。まず最初の Cm7 に対しては、これすでに G エオリアンでいいです。具体的に言うとちょっと、C ドリアンっていう形なんですけど、C ドリアンと G エオリアンはもう全く使うツボは一緒です。みたいなね、こう、どういうフレーズが入ってもいいと思います。であとは、C メロディックマイナーっていうのも使えますね。この普通だったらね1の9とか、3の10、これが半音上がるんですよね。このだと C ドリアンなんですけど、ここが半音になることでちょっとこう悲しい感じ、メロディックマイナー感が出るので、そういったのも使うとちょっとオクロートっぽいなって感じになりますね。で次、F7 も、G エオリアンでいいんですけど、F から始めると F ミクソリディアン、ツボは一緒ですになるんですけど、ここはね F は、オルタードっていうのを使えたり、G のハーモニックマイナースケールっていうのが使えるんですね。でどういったものかっていうと、まず F のオルタードはこれちょっとなんていうんだろう、こう怪しい感じですね。半音がたくさん出てくるんですね。でこれ、C マイナーからつなげてやるととか、みたいな感じになります。それでG ハーモニックマイナーっていうのは普通の G エオリアンのこのフラット7度の音を半音上げるだけ。さっきだから C メロディックマイナーみたいな感じですね。646646とか656656 4を5に書いてあげるとか、3の人だと868っていうのは878後半を上げてあげると、G ハーモニックマイナーになります。じゃあちょっとその感じもやってみましょうか。みたいな感じです。だからオルタードほどドキつくないかなっていう感じですね。で次 B フラットメジャーセブンスも、G エオリアンでよくて、 E フラットメジャーセブンスも、G エオリアンでいいです。次の A マイナーセブンスフラットフィフスも、G エオリアンでいいです。ずっとこう、ずっとこうG マイナーの、ダイアトニックスケールずっとこうなぞってれば大丈夫ですね。で次、D7 でまたここねセブンスいろいろ使えて、G エオリアンでいいんですけど、D のオルタードとか G ハーモニックマイナー、つまり D のハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロースケールが使えます。でちょっと G オルタードからいってみます。ちょっと F のオルタードに似てるんですけど、とかみたいなのが、G オルタードっていう感じですね。オルタードに出てこない音もちょっとあるんですけど、こういう感じでなんかオルタードっぽいフレーズって感じです。でD ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロースケールっていうのは、
これも結局 G ハーモニックマイナー、F7 のところでやりましたけどが878、868が878になったり、646が656のやつですね。みたいなとか、こういうのはちょっと特徴的ですよね。はい、で Gm6 は基本 G エオリアンでいいって言ったんですけど、こういう Gm の終止は、ドリアンになる傾向があります。3の糸の4が3の5になる。1の糸の3もシャープになる。半音上がります。なんですね。で G7、これはG のオルタードか G ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロースケールですね。G のオルタードだとみたいなのが G オルタードで G ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロースケールっていうのは C のハーモニックマイナーですね。とかっていうのが、G ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロースケールです。あとはもうずっと、だから同じコードに対しては同じスケールが使えるんで、割愛しまして、C セクションかな。最後のこう Gm7、C7、F7、B フラット7っていうところだけちょっと違って、これはなんか Gm のキーじゃなくてちょっと転調してるんですよね。ってなってるんで、なんかこれ Dm、C にこう落ちてってる感じがするんで、ここは G ドリアンですね。で C7 は、G のドリアンそのまんまでいいかなっていうところはよくて、で次、F-7 に落ちたらそのまま、F ドリアン B フラット7も、F ドリアンのままでいいかなって感じです。って感じですね。あとはもう新しいのは出てこないかなって感じですね。じゃあちょっとつなげて弾いてみようかな。じゃあ C-7 から。みたいな感じで、これソロが弾いてる間になんかこうコードちょっと足すっていうのもいいと思います。みたいな感じ。これでもなんか全然いいと思うんで、アドリブはこういろいろ自由にやってみてください。だからそのどこのツボが使えるかなっていうのだけこう把握して、でたまにちょっとそれを変化させる。ツボ後半をちょっとこう前後させるだけで、ちょっとジャズっぽい雰囲気出ると思うので、そういうのを挑戦してみてください。ということで、枯葉の説明でした。皆さんも挑戦してみてください。